たらずです。今日はね、久々登場のアクティ競馬ストモの会シリーズだね。アイリフトのアクティなんですけど、カリスマルーフボックスのカリスマがついてるんですけど、つけてから1回も使ったことありません届かないから父ちゃんは脚立ね買って積んであるんだけど、ただの一度も使ったことがありません。ってことでね、ラダーがね安く買えたんで、これつけようと思って、何の車種か分かんないけどね、とりあえずなんとかなるでしょって、安かったから。腐食ね結構あるね。どんどんつけていこうと思うんだけどね、結構高いもんね。安く買えたからね。テルッツォっていうらしい。テルッツォって読むんだね。テルツォだと思ってた。テルゾーじゃないしね。これねつけていきましょう。とりあえずステーもね全部付属されてました。なのでヒンジがあるところ、リアゲートのヒンジのところはね、そこに仮組みしてみましょう。とりあえず仮組みだね。何の車種かわからないんで、このステーのところがこのなんていうのかな、ゲートに思いっきり当たるんだよね。でね、ちょっと長い、ちょこっと長いんだよね。微妙に長い切るしかないんだけどね。切っていきましょう。すげえ長いんだったら長えなってなるけど、ちょっと長い、ちょっとかよってなる感じで、5センチぐらいねとりあえずカットしました。でもこれ右と左と長さが違うんだよね。車の形状に合わせてなんだろうけどね。でこのステっていうか取り付けジグ、これもまた切ったんで穴を開け直しです。裏と表違う位置についてるんでね、それもね穴開けてあげました。結構裏が1個の表が2個ってね微妙なね数なんだよね。だからね位置がめっちゃずれます。結局思いっきり穴広げちゃいました。いいやと思って。そう右と左違うからね、これ気をつけながら切ります。何の車種用なんだろうこれ。いいか。でもラダー自体これアルミなんでねやっぱ軽いです。なのでリアゲートにそんな負担がねかからないと思ってね。でね、仮組み2回目、今度はねステーもつけて、ステーというかこのジグもつけてみます。ちょうどこのねドアのリアゲートの継ぎ目のところ、ここにうまく引っかかるようになってるんで、ここにスッてね入るようになってます。この付け根のところ本当にがっつり当たるんで、結構ねへこんじゃったりします。ゲートがへこむいいやと思って、それでね下のジグ、それがねちょっと長い、ちょっと長いんだよね。もう上切るの嫌だから次下にしました。上やったんだもん、次下にしようと思ってまたね加工します。ここだね、取り付けのところ、ここがゲートにがっつり当たるっていうか、ここにねこれをボルト止めしようと思って、なのでこの位置をね少し上にずらしたい。なのでねこのジグを外していきます。どんどん取るだけなんですけどね、取ってカットするだけ。ちょうどここに当たるんで、ここを少しカットっていう風にしたんですけど、結局ね5センチぐらい切りました。これ途中です。このねラダーはアルミなんでカットしやすいですやっぱり。でまたこのジグをねずらしてつけてあげます。
バンパーの方に少し伸びるんですけど、このジグでバンパーにこうね、ちょっと浮いてくれるので、ちょうどいい具合になるかなと思って。で、3度目の正直、つけてみましょう。そう、この下のジグがね、ギリギリなんですよ。今、2回目のカットなんですけど、下のジグがゲートギリギリだったんで、これよりもまたさらにね、4、5センチ上に上げたんです。その動画はね、撮ってないんだけどね。いいやと思って。でね、つける位置は、このヒンジのところ、ここの方が負担がかからないかなと思って。で、この状態でね、乗ってみましょう。ほら、結構がっちりですね。でこの上のところ、やっぱり少しへこんじゃった。乗ったらへこんじゃった。取らないからいいやと思って、そのままね、つけちゃいます。でね、ゲート自体も開けてみて、重みで下がってこないかをチェックします。アルミだからね、軽いから、ゲートを開けてもね、重みで落ちてくることはなかったです。つけたらね、これ取っ手の代わりになってね、ゲートが閉めやすいって感じかな。そう。で、ここをね、ボルトで思いっきり止めちゃおうと思って。で、裏側にでかいワッシャーでね、止めてあげれば止まるんじゃないかなと思って。そんなしょっちゅう乗るわけじゃないからね。ってことでね、固定しちゃいましょう。さっきのね、ジグを取り付けるところ、ブスってなったけどさ、ここにね、穴開けます。思いっきりね。で、中のね、パネルだとかはもう外してあります。で、小さく穴開けたら、穴を広げてあげましょう。M12 ぐらいだっけな、そのボルトだったんでね、それに合うぐらいの穴をね、広げてあげます。通りそうだね。そのボルトもね、ホームセンターでいろいろ買ってきたんで、つけてあげて、でね、穴開けたとこ、タッチペンしておきましょう。錆出てくるんでね。って言ってももうこの軽バスもね、結構錆びてきてます。来年あたり全塗しようかなって考えてます。刷毛塗りチャレンジしたいよね。でね、ちょっと位置を合わせて、そしてボルトで留めてあげます。で、当たる部分があったってへこんだとこあったじゃないですか。そこにね、ゴムマット貼りました。ホームセンターで買ってきてね。結構大きめなゴムマット2枚、当たる部分2箇所ですね。あそこに貼ってあげます。ここじゃね、まだ見えないかな、へこんでるの。ラダーつけるとへこむんだよね。なのでここ、スズメの涙程度ですけどね。これ貼っとけば目立たねえんじゃねえかと思って、当たる部分にね、貼ってあげました。そうそう、上の当たる部分、黒いゴムマット貼ったところが、ぐにゃってへこむんだよね。今もね、実はへこんでます。よく見るとね、わかります。でね、下にボルト、これをね、このジグをゲートに留めてあげました。これでもかなりがっちりになるんでね、やっぱすごいね、こういうのは後付け感あるけど、こういう車、こういろいろポンポンつけていくとかっこいいもんね。やっぱ軽自動車も面白いですわ。軽バス友の会シリーズですけどね。でね、このつけたところ、この裏側でナットで止めるんですけど、こ
この状態で止めました。これ閉めたまま手が入らなくて、またこういう作業だよ。これが一番大変でした。本当大変だった。ちょっとね、完成したので見てみましょう。フィッティングもね、かなりいいかなと思います。もうまさに専用設計かってぐらいピシッとつきました。へこみがなければですけどね。アルミだから軽いです。ゲートに支障もないですし、このダンパーが下がってくるってこともないです。本当にいい感じにつきました。これぐらいぴったりだったらね、本当に安かったんでね、いい買い物できたと思います。これでこのね、カリスマルーフボックスもね、使えるかなと思います。一回も使ったことねえけどね、これから先使うかどうかもわかんないですけどね。ボードだとかね、スキーだとか積むときにはね、いいかなと思います。いい感じでしたね。K もね、いろいろやっぱ楽しいです。やっていくと。これからね、Kバス、ヨッピーもね、Kバス友の会入っててね、ヨッピーもハイリフトのエブリ持ってるんですけどね、このね、作業動画、カスタム動画もこれから先上げていくと思います。やっぱりね、K もね、やっぱり面白いです。本当に面白い。これまた違ったカスタム、違った思考のカスタムっていうのもね、なかなか勉強になって面白いです。これからもね、またどんどん上げていきますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。